はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今日はポール・マッカートニーの作曲方法ということについてトピックにしてみたいと思います。ですね、ポール・マッカートニー自身が作曲について語っている動画が YouTube に上がってるんですね。2005年に BBC に対して、インタビューされてそれについて語っているということなんですよ。大変興味深くて僕も聞き入ってしまったんですけれども、内容をですね、ちょっと簡単に要約しますと、まず作曲の方法論はないということですね。全くないと。もうその場その場で作っていくということですね。で、実際にその事前に歌詞を書いておくとか、事前にこういうコード進行で作るとか、事前にこういう雰囲気、例えば明るい曲だとか悲しい曲にするとか、それすらもないそうです。その時その時で歌ってみるということなんでしょうね。で、大体ですね、その日に歌ってしまって完成させていくと、その場で完成させていくという形になるようですね。歌詞自体もその場その場でメロディーと一緒にできていくパターンが多いみたいなね、いう形なので、本当歌詞の面でも天才ですよね。歌詞なんて本当に書けないですからね、普通なかなか。どんなに簡単だろうと、どんなに難解だろうと歌詞を書いていくっていうのは難しいです。なぜかというと、音に乗せなきゃいけないとか、音の中でどういう響きになってうまく歌えるかとかね、そういうことがあるんですけれども、考えてみればポールってね、めちゃくちゃな量の曲書いてますよね。それも歌詞もね、いいものもちゃんとあるわけですよね。だからおそらくその言葉をね、音楽に乗せるっていうことでも天才の、もう間違いない天才ですよね。それはいいんですけれども、それから、実際にジョンとね、作曲してても、二人でホテルのベッドで、ツインベッドで向かい合いながらね、チャカチャカチャカって歌って She Loves You ができちゃったとかね、そんな話もしてますし、あとはブライアン・エプスタインから電話があって、1、2週間したらスタジオに入るから、その時までに曲を書くということになったらば、それが自分の1、2週間で12曲仕上げるという、それが自分の仕事のやり方であり、スピードなんだみたいなね話し方してますね。とんでもないことですけどね。で、あとは面白いのは、例えばスタジオに行きますよね。で、とにかくその時間という感覚はやっぱり自分のスピード感を決定する重要なセクターだったらしくて、スタジオに行ってみたら今日は残りもう5時間ぐらいしかないとなったらば、その5時間で2曲作っちゃうそうです。もうその場で。で、レコーディングもしちゃうそうです。で、それがミッシェルだとかね、言ったりもしてますけれども、驚きなんですよね。だからその時間がもう決められているんならその中でやっちゃうと。で、ジョン・レノンとのその共作をしている時も大体3時間ぐらいで精一杯だなって、それ以上やってももう自分のテンションがね、その緊張が続かないみたいなね、話もしてましたので、その中でとにかく仕上げるということらしいですね。で、仕上げたものを次の日に結果的に覚えてないならばダメと。自分も覚えてないんだからは、一般の人がね、聞いたって覚えてないだろうみたいなこと言ってるんですけれどもおそらくね、忘れてる中にも大変な名曲がたくさんあるでしょうけどね。そういう言い方もしてます。それからカセットテープとかそういうのは使わないんですかって言われて聞かれてるんですけれども、ほとんど使わないそうです、やっぱりね。その場で終わらせるというのが主流で、一回始まったらその場で全部終わらせると。で、過去にもカセットテープを使って、録音をしながらね作曲をしたこともあるようなことを言ってますけど、二度と聞かないそうですなんで、もうカセットテープ何本あるか分かりませんけれども、聞き返してみたらば、おそらく何万という曲がそこにあるでしょうけど、出てくることはないだろうねというふうに、ポール自身がね、笑い話みたいに言ってますね。なので、もう一度ね、おさらいすれば、作曲方法というのはなくて、その場で全て、進行していく。自分のフィーリングによって進行していくと。なので、一言で言えば、作曲方法は自分自身だということですね。困ったもんですけど。模範的な天才の回答と言っていいんじゃないでしょうかね。本当に。ジョン・レノンもおそらく同じように回答するんじゃないでしょうか。ここからは凡人である私の話なんですけれども、
我々っていうのはね、例えばボサノバを作ろうとすれば、ボサノバを作るための音階とかコードとか和音とか、そういうのを学ぶと、本当にその雰囲気というのがすぐに作りやすくなるわけですよね。なので音楽理論というのを学ぼうとするわけですよ。同じように、例えば音階もいろいろありますよね。リディアンとかミクソリディアンとか、そうですね、ドリアンとか、いろんなものがあるんですけれども、フリジアンとかね。で、例えばフリジアンというのを覚えるとスパニッシュ風の音楽が作りやすくなるとか、ドリアンを覚えるとジャズのモーダルな感じが出しやすくなるとか、そういったことは実際覚えておいた方が、自分としてもその雰囲気の曲を作って弾きたい時なんていうのはすごい便利なんですよね。なので覚えるわけですよ。ですけどね。ですけど、こっからはおそらくと思うんですけれども、間違いないとは思うんですけどね。ポールとかジョンになると、おそらくそういうことあんまり知らないと思いますね。音階の名前も知らなければ、必要がないと思います。なぜかというと、自分でじゃあボサノバの曲を作りたいとしますよね。おそらくポールになると、ボサノバの曲調っていうのは、自分の体が覚えていて、歌えちゃうと思いますよ。で、ボサノバ特有のコード進行とかコードとか音階なんていうのをいちいち勉強しなくても自分でも歌えちゃうと思いますよ、おそらく。で、同じように例えばジャズ風のアレンジをしたい時っていうのは、ジャズのコードを学ぶとか、ジャズの風の先ほど言ったような音階を学ぶようなことしなくても、おそらく作れちゃうと思いますよ。なぜならば、それはもうすでにポール・マッカートニーの音楽というプログラムのコンピューターの中に、ジャズの雰囲気というのがちゃんとプログラムとして入っちゃってると思うんですよね。なんで、いち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 僕らみたいに音階を知って、その音階を元にして、もしくはコード進行とかコードの出来合いを元にして作ると、かっこいいジャズになるとか、それはすごい僕たちにとっては新しい驚きなんですけれども、そんな驚きをいちいち迂回する必要もなく、おそらく作ってできてしまうというふうに思います。逆に言えば、例えばですよ、僕らは日本の演歌とか歌謡曲をいちいち学ばないですよね。ですが、僕らが仮にですよ、演歌を作ったり演歌を真似して歌おうとしたらば、一応それらしくは歌えますよね。美空ひばり風に歌おうとかしたらば、ってこうね、歌えるわけじゃないですか。それは僕らが生まれながらに持っている音階という演歌とか夜な抜き音階とかいうね、日本の歌謡曲の音階が一応あるんですけれども正確にはねそれだけではないんですけどね、いいやいや、でそれを覚えていくわけですよ、どんどんね、人生の中で。アメリカ人だったらばブルースを覚えるとか、黒人だったらですね、あるじゃないですか。それは生活の音楽としてあるわけなんで、勉強しなくても歌えるわけですよね。だけど、例えばポール・マッカートニーとかジョンになると、おそらく一回聞いたらばそういうのを全部コンピューターっていうんですかね、自分の中の音楽コンピューターが記録してしまうので、いちいち勉強するよりも先に、じゃあボサノバっつったらボサノバらしい音楽は歌えてしまうわけですよね。作曲できてしまうわけですよね。なので、ビートルズ時代のホワイトアルバムでもそうですし、何でもそうですけれども、突然オブラディオブラダみたいな曲もできてみたり、ハニーパイみたいなね、ああいう曲もできてみたり、普通ロックばっかりやってる人だったらば、ありえないような雰囲気のものがパン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 できてきちゃうわけですよね。で、じゃああれを作るために音階とかコード進行を勉強してから作ったとは思えないですよね。てかありえないですよね。あの曲を作るためにポールは、じゃあオブラデオブラダ風の、作り方を勉強したんでしょうか。あれを作るためにハニーパイのいわゆるジャズ風のキャバレー風の、演奏とか、コード進行などを勉強したんでしょうか。おそらくしてないですね。最初から分かってますね。でそういうのはおそらく自分が、生活してきた中で覚えてしまうんだと思いますね。それが天才のなせる技っていうふうに僕は思います。僕らはね、いかにも音楽を知ってるというふうに語りたくなると、いちいち理論を出すんですよ。コード進行はこうだからこうなるんだよとかね。このコードはこの音が入ってるからかっこいいんだよとかね。いちいち言いたくなるわけですよ。僕らみたいな凡人はね。
だけど、彼らみたいに天才になると、コード進行とかコードの中の音というのは自分が必要であれば使うだけであって、自分がその曲の中でこのコードにしようと思ったら使うだけであって、いちいちコードがかっこいいとかそういうことを、理解した後にその使ってるっていうふうには僕は思えないんですよね。そこが違うと思います、本当に。うん。きっとね。だから僕らはね、例えば If I Fell っていう曲のね、恋に落ちたらのコード進行を見るとなんか驚きますよね。なんでこんなコード進行になって、彼らはどうやって使ったんだろうかとかね、ジョンはね。だけどジョンにしてみれば、おそらくどっかでなんとなく覚えていた音階とか旋律を使っただけなのかもしれないし、または本当にその場でね、自分の頭に出てきた音階を、口ずさんだらば、そういうコード進行になっただけなのかもしれませんよね。話を聞いていて、やっぱり天才というのはもう最初からプログラム自体が違うんだと、体の中に入ってるっていうんですかね、そういうふうにつくづく感じましたね。なので僕らがいちいちこう想像してね、どうやって作ってんだろうって想像しても、おそらくブラックボックスなんかねまではわからないんだろうなっていうふうにやっぱり思いました。はい、以上です。